こんにちは。今回私は山口県日本海側にある萩市に行ってきました。萩市は景観もとても綺麗だし、ご飯も美味しいのですが、何よりも歴史がすごいです。今回は吉田松陰の経歴に沿って萩にあるゆかりの地を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは萩市の場所です。萩市は山口県の日本海側にあります。総面積は約700平方キロメートルほどです。江戸時代の地図がそのまま使える町と言われるほど、城下町の佇まいが都市遺産として今もなお現存している町です。そんな萩市で有名なのが吉田松陰です。今回は現地の方に倣って松陰先生とお呼びしたいと思います。そんな松陰先生の経歴に沿って私の言ったところを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。1830年、松陰先生は杉百合之助氏の次男として生まれました。この時、名字は杉、幼名は虎之助でした。1834年から1835年、山鹿流兵学師範の吉田大輔氏の養子となり、兵学を収めました。ただ吉田大輔氏がすぐに亡くなってしまったため、吉田家当主となりました。吉田家の当主となった松陰先生は、同じく叔父の玉木文之進氏が開いた松下村塾で指導を受けました。松陰先生誕生の地は、建屋はありませんが、今でもその場所が残っています。また、叔父の玉木文之進氏の家、こちらは建屋が残っており、中を見ることができます。この場所は、松陰先生誕生の地です。少し小高い場所にあって、萩市が一望できます。そして目の前にある山が雫山です。これが萩城市がある場所です。生まれた頃から萩市を見ていたのでしょう。そして誕生の地は松陰先生の御所の横にあります。松陰先生だけでなく有名な高杉晋作氏の墓もここにあるようです。そして松陰先生の墓を守る会、守り人たちがやはりここでも松陰先生という言葉が使われています。次に玉木文之進氏の旧宅です。ここは松下村塾の発祥の地でもあります。松陰先生誕生の地から坂を下った場所にあります。玉木文之進氏は松陰先生に対して厳しく授業をしていたようです。今でも残っている逸話の一つに、松陰先生が勉強中に頬が痒くて書いたら、勉強中に公私混同するなと怒られたそうです。1842年、自宅に近所の子供たちを集め、修行を開いたのが松下村塾の起こりです。ここには松陰先生もいました。松陰先生の経歴に戻ります。1839年から1841年、9歳の時に松陰先生は明倫館の兵学師範に就任しました。そして11歳の時に藩主の毛利氏への御前授業を行い、それが大変素晴らしいと評価されました。そして才能が認められました。1843年から1852年、松陰先生は長州軍を率いて演習をしたり、長沼兵学を収めました。そして九州の平戸藩、今でいう長崎県の平戸市です。ここに留学をして山鹿流兵学では西洋兵学にかなわず、西洋兵学を導入すべきと主張しました。そして江戸に遊学しました。松陰先生はこの頃から欧米の強大な軍事力に脅威を感じていました。その後、熊本藩士の宮部定蔵らと東北旅行を計画します。ただ、関所で使う通行手形を長州藩からの発行を待たずに出てしまったため、脱藩となってしまいました。
そのため、江戸に帰着後、罪に問われて、藩士の身分を失います。ここで明倫館について話をしたいと思います。今、萩市の中心にあるのは、萩明倫学舎です。もともとあった藩校明倫館の跡地に建てられた平成26年まで使われた旧明倫小学校校舎が今の建物となっています。ここで藩校の貴重な遺構と跡地に立つのは日本最大級の木造校舎です。この藩校明倫館になるさらに前、旧明倫館に関しては堀内という場所に石碑が残っています。ここでは1849年に萩の中央の江向に移動するまで130年間にわたって教育がされていました。1849年に移動したという年代を見ると、松陰先生はここで授業をしていたかもしれません。藩校は時代をリードする優秀な人材を輩出してきました。ここで明倫学舎のことに戻ります。今映っているのは南門です。これは萩市の指定有形文化財となっています。本願寺山口別院に移設され正門となっていましたが、平成16年に今の元の場所へ移設されました。校舎の南側には明倫碑と呼ばれる石碑が2つあります。西側の古い方が6代藩主、東側の新しい方が13代藩主の手によって開校記念として建てられました。ここで幕府に対する忠心を意味する箇所が削られた跡が見られます。萩市で有名な夏みかんを横目に校舎の中に入っていきます。校舎としては4つの建物が残っており、本館、2号館、3、4号館があります。観光する方は本館と2号館がメインで見る建物となっております。今画面に映っているのが本館です。本館は復元教室だったり、萩市で有名な自然を学べるジオセンターなどがあったりします。この昔ながらの机、私の時代は引き出しだったのですが、机の表面を上げて中に物を入れるというものを初めて見ました。この部屋はジオパークに関する内容が展示されています。火山に恵まれた萩の大地1億年の成り立ちを紹介してくれます。そしてこの部屋が応接室です。とても立派な作りをしています。萩の小学生たちは松陰先生の言葉を朗読していたようです。萩明倫学舎では日本最大級の木造校舎が有名です。なので一部天井を落としてどのような状況になっているかを見られる場所があります。昔の建物なのにすごい技術力を感じました。ここで本館から渡り廊下を渡って2号館へ向かいます。2号館では明治日本の産業革命遺産に関すること、それから松陰先生が国の工学教育に果たした先駆的役割などを学ぶことができます。他にもミュージアムがあります。長州5は長州出身の5人組でイギリスに留学をしました。中には松陰先生の弟子が含まれており、有名なところで言うと伊藤博文氏がいます。そしてここではもののけ姫ごっこができますが、とても大変でした。本館1階には夏みかんソフトが食べられる場所があります。とても美味しいのでぜひ食べてみてください。そして校舎の外には優美館という場所があります。ここは剣術や槍術を学ぶ場所です。萩の藩士たちの練習の他に他国からの修行者の試合の場所でもありました。坂本龍馬もここに来て試合をしたと言われています。明倫学舎は以上です。松陰先生の経歴に戻ります。1853年から1854年、ペリーが浦賀に来航すると、
海防の地である今でいう長野県松代にある松代藩の佐久間象山氏と黒船を遠方観察して西洋の先進技術に松陰先生は心を打たれました。黒船を見てすごい技術だと思ったようです。そのような強大な力を持っている欧米と対等に話すためには力をつける必要があるということで、ペリーが日米和親条約締結のため再来航した際に、弟子の金子重之助氏と一緒に帰還に乗船をしてしまいます。ただ、渡航が拒否され、そして罪に問われて投獄されてしまいます。そして長州藩に送り戻され、野山獄に入れられてしまいます。野山獄とは、武士階級の方が入る牢屋です。松陰先生は野山獄にいた同じ囚人たちに勉強会を開きます。1855年から1857年、松陰先生は出獄を許可されます。ただ、杉家に幽閉の処分となり、そこで禁錮中に講義を開始します。地元の近くの子供たちを集めて、叔父の玉木文之進氏が主催していた松下村塾の名前を引き継ぎ、杉家の敷地に松下村塾を開塾しました。この時の教え子たちに草加源随氏や高杉晋作氏など有名な方がたくさんいます。ここで松下村塾が今も残っていますので、そちらについて話をしたいと思います。萩の東側に位置する松陰神社、そこの境内に松下村塾は残っています。松陰神社は松陰先生を主な祭神としています。松陰神社は松陰先生が亡くなってから31年後、松下村塾出身者の手で松下村塾の改修が行われた時に、杉家の人々の手で松陰先生の御霊を祀る祠が建立されたことが神社の前身となっています。1907年、松下村塾出身の伊藤博文氏が中心となって神社を創建しようと山口県に請願書を提出しました。そこで許可が下りて宮崎八幡宮の拝殿を譲り受けたり移築したり、境内の整備が進められました。境内には松下村塾の他にも松陰先生が幽閉されていた杉家の家があります。松下村塾は松陰先生が指導した短い時期の塾生の中から幕末より明治初期の日本を主導した人材を輩出したことで知られています。建物はこの8畳から始まり、塾生が増えて手妻になったのか、後から10畳半の増築をしています。その松下村塾は名簿は存在しませんが、塾生は約50名ほどいたようです。2015年、明治日本の産業革命遺産、製鉄精工造船石炭産業として世界遺産に登録されました。今映っているのは杉家の家であり、松陰先生が幽閉されていた部屋が残っています。こちらの家は明治時代にしてはとても大きい家です。ただ、松陰先生が幽閉されていたのは3畳半の一部屋となっています。部屋を見ると、これ3畳半といっても 0.5 畳は何かを置くような場所なので、実質は3畳しかなさそうです。他には北参道という小道に松陰先生が残した言葉を書いた石碑が立っています。その北参道を学びの道と言っています。萩市では松陰神社は学びの神として尊敬を集める神社であり、正月には多くの初詣客が訪れるようです。他にも神社の参道にはお土産屋さんなどがあります。私はここで団子を食べました。とても美味しかったです。松陰神社については以上になります。松
松陰先生の教え子には、初代総理大臣の伊藤博文氏や、松陰門下の三宗の一人に数えられる吉田利麿氏などがいます。神社の近くに旧宅などがあるので、そちらを紹介していきたいと思います。松陰神社の近くには案内看板が立っています。そして地図で見ると松陰神社から東へ伸びる坂があります。この坂を登っていくといろいろな見どころがあります。まずは伊藤博文氏が育った家です。育ったというのは、生まれはもともと山口県の光市の方でした。隣には伊藤博文氏の別邸があります。もともとこの家は別の方の居宅だったようですが、1854年に伊藤博文氏の居宅となりました。内装や外観を見ると昔ながらの家です。そしてよく見る家、そんな感じがしました。百姓の子供として生まれた後、父が伊藤家に入ったので足軽となりました。そのため下級武士の身分を得ました。伊藤博文氏が松下村塾で学び始めたのは青年になってからです。その後、海外渡航を決意し、長州5としてイギリスへ渡航、博物館や美術館、軍事施設などを見学し学びました。この像は萩焼きでできている像です。昔ながらの家を見たら、吉田利麿氏ゆかりのところへ行きます。ただ、吉田利麿氏の生誕の地は石碑しかありませんでした。また、この坂には玉木文之進氏の家と松下村塾発祥の地があります。この道、坂が結構急勾配なので、こういったところで休憩しながら観光するといいかもしれません。また、今は疲れているかどうかわからない登り窯がありました。どこの窯元さんかもわかりませんでした。萩市街から離れると自然が残っています。梅の木で目白がたくさんいる木を見ました。ここまで一本の木に群がっているのは私も初めて見ました。松陰神社付近は以上です。松陰先生の経歴に戻ります。1858年から59年、ハリスが持ってきた日米修好通商条約。これを井伊直弼が勝手に締結したことに対して松陰先生は怒りました。そこで井伊直弼氏を討ち取ることは水戸藩に任せたのか、松陰先生は老中の真鍋昭勝氏を討ち取る計画をします。ただそれが藩から拒絶され、弟子からは落ち着いてくださいと自重を唱えられます。藩とかの対応を不審に思った松陰先生は草莽屈起論を唱えます。草莽とは武士以外の人々を称します。そして松陰先生は倒幕を藩に持ちかけますが、これが危険視されて野山国に入れられてしまいます。最後、松陰先生は尊王攘夷を求める志士の先方、梅田雲平氏が萩に来た時に何を話したか教えてくれと幕府に言われて、その質問に対し真鍋昭勝氏を討ち取る計画を自ら話してしまいました。その結果、松陰先生は処されてしまい、29歳、数えで30歳で生涯を終えました。松陰先生のお墓があるので見てきましたが、人のお墓なので撮影はあまりしていません。松陰先生だけでなく、有名な高杉晋作氏の墓もあるようです。そして松陰先生の墓を守る守り人たちが、やはりここでも松陰先生という言葉を使っています。お墓の横にある銅像は松陰先生と金子重之助氏です。ペリーの艦隊を見ている姿を彫刻しているようです。ここは市の指定史跡となっています。そして松陰先生の誕生地からすぐ近いです。
明治維新で活躍した志士たちに大きな影響を与えた松陰先生ゆかりの地、萩。歴史と観光を楽しめるとともに、ご飯も美味しくてとてもいい場所だと思います。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。萩に旅行してみたくなった方は、コメント、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。